こんにちは、オートウエストエンドです。今回は BMW のシフトチェンジ、シフトノブの使い方について紹介していきます。昔の車に比べて最近の車はメーカーごとにこのシフトノブの形が違ったり、使い方が特殊だったりするものをよく見かけると思います。近々 BMW に乗る予定という方や、あとは市場に行こうと思っている方、事前にこれを見て参考にしていただけると嬉しいです。僕もバンクーバーに移住してきてから初めて購入したのがこの BMW でした。個人売買でオーナーさんにちょっと時間を割いてもらいながら試乗したんですけども、 BMW を運転するのが初めてでして、これを見た時固まったのを覚えています。動画の前半では基本的な使い方、後半では応用編というかちょっと面白い機能もついているので、それのご紹介をしていきたいと思います。それでは早速説明に入っていきたいと思います。一番上に P と書いてあるボタンがあります。パーキングの P ですね。これを押すとパーキングに入ります。一昔のノブだと P の位置に合わせたりすると思いますが、これはもうボタンを押すだけで P に入ります。続いてリバースの R、ニュートラルの N、ドライブの D ですね。そしてその横に M/S と書いてあります。これはマニュアルでギアをチェンジできるので、後ほど説明したいと思います。そしてこの左側のボタンはロックを解除するボタンで、押しながらでないと動かせない時があるので、それも説明していきたいと思います。それでは何はともあれエンジンからということで、ブレーキを踏みながらプッシュスタートのボタンを押すとエンジンが回ります。ちなみにブレーキを押さずにプッシュスタートのボタンを押すと、ナビとか電気系統が使えるアクセサリー電源というモードになります。ここではエンジンを回したいので、ブレーキを踏みながらボタンを押していきます。そうしますとシフトノブに P という文字が表示されます。パーキングに入っているという意味ですね。その横に上下の矢印が出てきますが、手前に引く矢印の下方向に動かすとドライブに入ります。この時先ほど言いました左のボタンを押しながら、そしてブレーキを踏みながらでないと入りません。一旦パーキングに戻してブレーキを踏まないでやってみます。そうすると警告音が鳴って、ナビ上にブレーキを踏んでくださいというメッセージが出ます。誤作動防止の一種ですね。そしてインパネの方にもこういったブレーキを踏んでくださいのマークが、アイコンが表示されます。それではブレーキを踏んでボタンを押しながらもう一度やってみます。こんな感じで無事入りました。続いてあんまり使わないですが、ニュートラルに入れる方法を見ていきます。P ボタンを押して一旦パーキングに入れた状態からスタートしてみます。先ほどドライブの場合は矢印下の方手前に引きましたが、今回は押す方向に入れていきます。この時先ほどと同じようにブレーキを押してサイドのボタンも押さえながらでないとニュートラルに入ってくれません。これは今ブレーキを踏んでいないので入らずということですね。ただドライブに入っている状態、停車時からニュートラルに入れるのではなく、もう走行状態でニュートラルに入れる場合はブレーキもサイドのボタンも必要なく、そのままスムーズにノブを動かすだけで入ってくれます。続いてリバースの説明です。同じくブレーキとサイドのボタンを押して押す方向に1回動かしますと、まずはニュートラルに入り、もう1回押すとリバースに入れることができます。ニュートラルの場合は走行中何もボタンを押さずにそのまま入れることができましたが、リバースの場合はそれでは危ないのでブレーキを踏んでボタンを押さないとリバースに入ってくれません。ニュートラルの場合はドライブの状態からちょっと押すと入ってくれますが、そこから先リバースへはブレーキを踏んでボタンを押したままでないと入ってくれません。普通に考えて50キロ60キロで走行中にいきなりリバースに入っても危ないですもんね。コンピューター制御的におそらく5、60キロで走っていたらリバースに入れようと思っても入ってくれないと思います。怖さが勝ってしまってその実験をする予定もございません。今は引き続きブレーキを踏まずにサイドのボタンを押しただけでリバースに入れようとしていますが、やはり警告が出てしまって入れることができません。ブレーキを踏みながらサイドのボタンを押しながらシフトノブを前に倒すとリバースに入れることができます。基本的な操作方法は以上です。
あとは停車して P ボタンを押してパーキングに入れて、そして忘れずにパーキングブレーキを引けば試乗は完了ということになります。ただ今までご覧いただいたんですが、なんか不便だなと思ったことありませんか？リバースに入れるのになんか2回操作してましたよね。それをもう一発で入れる方法を紹介していきたいと思います。先ほどはシフトノブ1回しか動かしていませんでしたが、2回分動かせる構造になっています。なのでパーキングの状態からサイドのボタン、そしてブレーキを踏んだ状態でぐっと奥まで押し込むと、ニュートラルを素通りして一発でリバースに入れることができます。これはドライブに入れる時も同じで、1回引いては離し、もう1回引いては離しでニュートラル、ドライブ順に入るんですが、ボタンを押さえてグッと引くとニュートラルを素通りしてそのままドライブに入れることができます。慣れてきますと逆にニュートラルに入れるのが難しくなるぐらいスムーズにドライブからリバース、リバースからドライブに入ってくれます。では続いて M/S のマークありますよね。あれ気になりません？僕はもうあらゆる機能を使いたい派なので、もうこれ使いたくてしょうがなかったです。M はマニュアルモードの M、S はスポーツモードの S です。普段と違った走りを楽しみたいときにとても便利な機能です。まずドライブに入れてから左に傾けますとスポーツモードに入ります。そしてインパネの方にも D となっていたところが DS という表示に切り替わります。このモードの詳細についてはまた別の動画で撮っていきたいと思います。ざっくり説明するとスポーツプログラムとも言ったりしますが、オートマの状態ではあるんですが、シフトアップのタイミングを遅らせてくれます。なので回転数がぐーっとレッドライン近くまで上がるので、サウンドも加速感も普段と違った感じで楽しいです。映像の方はもうマニュアルモードに入ってしまっていますが、スポーツモードの状態でシフトを前後ろにしますと、好きなタイミングでシフトアップ、シフトダウンをすることができます。インパネの方もマニュアルの M とそれぞれのギアのナンバーが表示されます。手前に引くとシフトアップ、奥に押すとシフトダウンしていきます。この X5 は6速なので M6 まで上げることができます。今は停車中なのでコンピューター制御で自動的に1速まで戻されてしまいます。走行中のそれぞれのスピードに対して必要以上にシフトアップした場合は適正なギアまで戻されます。それでは便利な機能を紹介していきたいと思います。運転を終えてエンジンを止めるとき、ストップボタンを押しますが、皆さんパーキングに入れていると思います。入れていない場合どうなるのかという話なんですけども、リバースに入れたままエンジンを止めてみたいと思います。さあどうなるでしょうか。自動でパーキングに戻してくれます。一昔前だとシフトノブをググッとパーキングに戻さないといけませんでしたが、便利な時代になりました。自動的に戻してくれます。ドライブに入れた場合も自動的にパーキングに戻してくれますが、では応用編。マニュアルスポーツモードに入った状態で切るとどうなるでしょうか。なんかシュールな映像になっていますが、傾きが戻ってパーキングに入れてくれます。今ナレーションしている後ろで子供が泣いておならをしていますが、ちょっと妻にお願いしまして、次 P を押したらどうなるでしょう。また同じ感じでシュールな映像になってしまいました。自動的に戻ってくれます。もう一回やりましょう。こんなことで笑ってるの僕だけかもしれませんが、続いてパーキングブレーキの説明に移っていきたいと思います。 BMW X5 のパーキングブレーキは手動ではなく電子式です。 P と書いたボタンがありまして、それを押すとパーキングブレーキ解除、そして持ち上げるとパーキングブレーキがかかります。足元に設置してある車もありますが、X5 の場合はシフトノブの手前に設置してあります。手動のパーキングブレーキの場合はもうそれがかかっているかどうか見た目でわかりますが、電子式の場合はこちらのインパネに表示されるパークという文字、それを見て判断します。
手元のボタンを上に引き上げるとパーキングブレーキがかかり、そしてそのボタンを下に押し込むとパーキングブレーキが解除されます。それでは今回の BMW のシフトノブを使った運転の始め方、終わり方、操作方法をおさらいしていきたいと思います。X5E70 この車種の場合はキーを差し込んでブレーキを踏んでスタート・ストップボタンを1回押します。そうするとエンジンがかかります。電子式のパーキングブレーキがかかった状態ですので、下に押し込んでまずは解除。そうするとパーキングの出ていた文字が消えます。続いてギアがパーキングに入っていますので、横のボタンを押さえながらブレーキを踏んだままで手前に引くとドライブに入り、逆に押し込むとリバースに入れることができます。そしてさらに駆け抜ける喜びを楽しみたい場合は、ドライブモードの際に左に倒すとマニュアルスポーツモードに切り替えることができます。個人売買でこのスポーツモードを試すときは事前にオーナーさんに確認を取った方がいいと思います。そしてスポーツモード十分に楽しみましたら、右に傾けることで通常のドライブのモードに戻ることができます。そして駐車場に停めましたら、この P モードで駐車モードにします。念のためエンジンを止める前にブレーキを踏んで、このプッシュスタートストップボタンを押すと。そして忘れずにパーキングブレーキを引き上げて、パーキングブレーキをかかっていることをインパネで確認します。坂道でブレーキをいきなりこのまま外すと結構揺れが来ることがあるので、このパーキングブレーキかかった後もゆっくりペダルから足を離すことをお勧めします。そしておまけなんですが、このシフトノブ若干ドライバーサイドに向いています。最近の車はナビとかそういうディスプレイ系もドライバーの方に向いていますが、この X5 はこのシフトノブがドライバーの方を向いているので操作しやすかったり、パネルが見やすかったりします。運転中このパネルを見ることはないんですけどね。続いてエンジンを切る時の話なんですが、これはコーディングという自分仕様にちょっとカスタムするというか設定を変更する機能が最近の BMW の車にはついています。 OBD2 ツールというものを使わなければいけないんですけども、普段一旦エンジンを止めるときはここを1回だけ押します。そうするとエンジンが止まり、そしてキーを抜くにはキーを1回押さないと抜けないんですね。おそらく昔の鍵状のキー、それは一旦エンジンを止めてで抜く作業、2段階ですよね。それを模したような感じになっているんでしょうか。このプッシュスタートボタンを長押しすると一発でキーが抜けるような設定にしてみました。コーディング関係の動画もまた作っていきたいと思います。というわけで今回は BMW のシフトノブの使い方と便利な機能を紹介しました。参考になったという方はいいねボタン、こういう解説動画また見たいという方は登録ボタンをぜひお願いいたします。それでは今回も最後までありがとうございました。